おっす、おら、あつこ。今日はドラゴンボールで日本語の勉強すっぞ。キャラクターの名前にはいろいろな日本語の秘密が隠れてっからな。日本語がわかんねえと気づけねえネタもたくさんあって面白えんだ。おっと、そうだ。再生速度はおめえの好きな速さに調整してくれよな。それと CC 字幕をオンにすっと好きな言葉で見られるぞ。よーし、一丁始めっぞ。まずは主人公孫悟空の名前について。孫悟空って中国の昔話西遊記の猿でしょと思った方、正解です。悟空のモデルは西遊記に登場するヒーロー、猿の孫悟空です。孫はもともと猿を意味する言葉、古孫から悟空は空、宇宙を悟る、物事を知ったり気づいたりするというかっこいい名前なんです。さて、悟空はサイヤ人ですが、このサイヤってどこから来ていると思いますか？サイヤを並び替えてみましょう。あれ、そう、野菜。実はサイヤ人の名前は日本語の野菜から来ていたんです。つまり彼らは野菜人だったんですね。でもなんで野菜と思いますよね。戦闘民族、つまり戦うことを大事にする文化を持った民族といえば普通肉のイメージがありますよね。でも作者の鳥山明先生はそれをあえて逆手にとって肉じゃなくて野菜にしたら面白いかもと考えたそうです。この逆手に取るという表現は普通とは逆の発想をしてうまく利用することを言います。そして悟空の本当の名前カカロットにも注目。この名前は英語の carrot から来ています。carrot は日本語で人参と言います。でもどうして悟空が人参と関係しているのでしょうか。ここで悟空の服の色を思い出してみてください。人参の色してませんか？だからカカロットなんですね。ちなみに原作の漫画では悟空たちの服は山吹色でした。山吹は日本に昔からある花の名前で、ややオレンジがかった黄色をしています。アニメでは技術的な理由からもっと鮮やかなオレンジ色になりました。では次にサイヤ人の王様ベジータの名前について見てみましょう。もうお分かりの方もいるかもしれませんね。そう、ベジータの由来はベジタブル、野菜です。ここで日本語学習のポイントです。英語では vegetable と発音しますが、日本語ではベジタブルとすべての母音あいうえおをしっかり発音します。カタカナが
苦手な方も多いと思いますが、ドラゴンボールのキャラクターの名前はカタカナを使っているものが多いので、彼らの名前を覚えてみるのもカタカナのいい練習になりますよ。次は悟空の家族について見てみましょう。悟空のお兄さん、ラディッツ。この名前は英語のラディッシュから来ています。ラディッシュは日本語では20日大根と呼ばれる野菜です。これは種をまいてから約20日で収穫できることからその名前がついています。そして悟空のお父さん、バーダック。これは英語のバーダックが名前の由来です。バーダックは日本語でごぼうと言います。ごぼうは地中に長く伸びる茶色い根の野菜でいろいろな日本の料理に使われます。食物繊維が豊富で健康にもいいんですよ。お茶にして飲むこともあります。こうして見ると悟空の家族は根菜類で揃えられています。根菜類とは土の中にある根っこの部分を食べる野菜のことです。ちなみに他のサイヤ人たちもみんな野菜に関係した名前なんですよ。例えばナッパ。日本語ではナッパとは葉の部分を食べる野菜のことを言います。例えばほうれん草などがナッパにあたります。他のサイヤ人たちの名前の由来も考えてみてくださいね。どんな野菜が隠れているでしょうか。さらにサイヤ人の手下栽培マンにも注目。この名前は日本語の栽培から来ています。栽培とは植物を育てること。栽培マンは地面に植えると育つキャラクターなので、栽培という言葉がぴったりなんですね。では次に宇宙の冷たい支配者フリーザ様の名前の秘密を見てみましょう。これは皆さんお気づきかもしれませんが、フリーザという名前の由来は英語のフリーザー、日本語では冷凍庫から来ています。ところで日本の家庭用冷蔵庫は上が冷凍室、下が冷蔵室になっていることが多いんですよ。フリーザ様のいる冷凍室の下の冷蔵室に入っているのがフリーザ様の部下たちなのです。では、ここでクイズです。義乳特選隊のメンバーの名前、一体何から来ていると思いますか？ちょっと考えてみてくださいね。答えは乳製品なんです。乳製品とは牛乳から作られる食べ物のことです。義乳隊長の名前の由来は牛乳。牛乳から名前が来ているだけあって、しっかり角が生えていますね。リクームはクリーム、バータはバター、ジースはチーズ、グルドはヨーグルトが名前の由来になっています。
他のフリーザ様の仲間の名前も見てみましょう。緑色の髪のザーボンの名前は日本の果物ザボンが由来です。ザボンは九州地方で多く育てられていて、別名文旦やボンタンとも呼ばれます。日本にはボンタン飴というザボンを使ったお菓子があり、80年以上も愛されているんですよ。もし日本に来たら、ぜひ食べてみてくださいね。とても美味しいですよ。ドドリアの名前は、トゲトゲの見た目で有名な果物、ドリアンが元になっています。ドドリアにもドリアンみたいなトゲがありますね。他にも、キウイはキウイフルーツ、アプールはアップルが由来です。フリーザ軍には果物の名前がたくさん使われています。サイヤ人、野菜も冷蔵室に入っていますからね。全宇宙、冷蔵庫を支配する冷酷な存在、それがフリーザ様なんですね。では、続いて物語の中でとても重要な場所、ナメック星について見ていきましょう。ナメック星の名前の由来は、ナメック星はピッコロの故郷です。では、このナメックという名前、一体何から来ていると思いますか？ヒントはあの触覚です。実はナメックは日本語のナメクジから来ているんです。そしてナメクジと同じく陸に住む貝の仲間といえば、そう、カタツムリですね。ナメック星人たちの名前にはカタツムリに関係する言葉がたくさん使われているんですよ。例えば、神様の親のカタッツとムーリ長老。この二人の名前を合わせると、カタツムリになりますね。デンデの名前の秘密。デンデの名前も実はカタツムリが関係しています。カタツムリは別名でデンデンムシとも呼ばれています。このデンデンムシという名前は日本の伝統的なおもちゃでんでん太鼓に似ていることから生まれたんです。太鼓の形がカタツムリの殻にそっくりなんです。つまり、デンデの名前はデンデンムシというカタツムリの別名から来ているんです。ネイルとカルゴ、さらにナメック星人のネイルは英語のカタツムリであるスネオが由来。カルゴはフランス語でカタツムリを意味するエスカルゴが元になっています。英語、フランス語、日本語などいろいろな言語が名前の由来になっているのも面白いですね。アジッサという植物の意味。ナメック星にはアジッサという不思議な植物が生えています。この名前、実は日本にある花、アジサイから来ているんです。アジサイは梅雨の時期に
咲く花でカタツムリが好きな花として知られています。つまり、アジッサという植物もナメック星人、カタツムリという設定に合わせて作られているんですね。ちなみに、ピッコロ大魔王の仲間たちの名前は楽器の名前から来ています。例えば、ピアノ、タンバリン、ドラム、シンバルと、まるで音楽隊のような名前です。宇宙の彼方にある星なのに、名前のルーツはとても身近な日本語や生き物たち。こういうところがドラゴンボールの面白さの一つです。さて、ここからは悟空の周りにいる仲間たちの名前の由来をご紹介します。どのキャラクターにも実はちょっとした意味や遊び心が込められているんですよ。ご飯、食べ物のご飯。まずは孫悟空の息子、孫悟飯。この名前、悟空の育ての親、じっちゃんと同じなんです。では、ご飯ってどんな意味でしょう？そう、皆さんもご存知の通り、日本語のご飯はお米を炊いたもののことですね。でも、実は食事という意味でも使われます。例えば、ご飯炊けた？お米のこと。もうご飯食べた？食事のこと。日本ではお米が主食なので、ご飯という言葉が食事そのものを意味するようになったのかもしれませんね。ちなみに、ご飯とビーデルの間に生まれた娘の名前はパン。ご飯にパン。このまま行くと、パンの子供はラーメンちゃんになるかもしれませんね。5点。空の次はご飯の弟、5点です。この名前には兄のご飯よりもちょっとスケールの大きい意味が込められています。天は悟空の空よりもさらに高く広く尊い世界を意味しています。その天を悟るというのが御天の名前です。クリリン、栗、足す少林寺拳法。そして悟空の大親友といえば、やっぱりクリリン。この名前、実は栗と少林寺拳法を組み合わせた言葉なんです。ちなみに、クリリンの元カノの名前はマロン。そして、娘の名前はマーロン。どちらもフランス語のマロンから来ています。ちなみに元カノとは、元彼女という意味で、以前付き合っていた女性のことをカジュアルに言う表現です。元カノと娘が似た名前と思った方、安心してください。実はこれは偶然なんです。マロンはドラゴンボールのアニメスタッフが勝手に作ったキャラクターで、鳥山先生はそれを知らずに娘の名前をマーロンにしたんです。クリリンが元カノの名前を娘につけたわけではありません。そんなことをしたら、きっと18号に半殺しにされちゃいますよね。
やじろべえ。やじろべえの名前は、日本の伝統的なおもちゃ、やじろべえが由来です。そんなやじろべえには、ちょっと面白い裏話があります。あるシーンで、悟空が彼に対してこんなことを言います。なんか、クリリンの声に似てるなぁ。漫画なのに声が似てるってちょっと不思議じゃありませんか？漫画では声は聞こえませんよね。実はこれ、鳥山明先生の優しい気遣いから生まれたセリフなんです。アニメでやじろべえの声を演じているのは、クリリンと同じ声優、田中真由美さん。ちょうどこの頃、原作ではクリリンが殺されてしまっていた時期でした。鳥山先生は、クリリンが死んでしまったら、アニメで田中さんの出番がなくなってしまうのでは、と心配します。そこで、悟空にあのセリフを言わせることで、アニメの制作チームに、やじろべえの役も田中さんで、とさりげなく伝えたというわけなんです。そのおかげで、田中真由美さんは、やじろべえとクリリンの一人二役を演じることになりました。ちなみに彼女はあの人気アニメワンピースで主人公ルフィの声も担当しています。どんなキャラにも命を吹き込む素晴らしい声優さんですね。かりん様、やじろべえと深い関わりを持つ存在といえば、かりんとうに住むかりん様。実はかりんとうは日本の伝統的なおやつ、かりんとうが元になっています。かりんとうは黒糖でできた細長い形の甘いお菓子です。ここで面白いのが、日本語ではとう、お砂糖という意味の言葉と、とう、タワーという意味の言葉が同じ音で発音されることです。つまり、かりんとうとかりんとうは、その音を生かして名前が付けられたんですね。そして、かりん様のモデルとなったのは、鳥山明先生が昔飼っていた猫の焦げ。焦げの名前の由来は、焦げたような色をした毛並みから来ているそうです。ちなみに鳥山先生ご本人は、建物の中でかりんとうのデザインが一番のお気に入りと語っていたこともあります。シンプルなのに存在感のある素敵な塔ですよね。私もあの塔に登ってみたいと思いますが、登るペースがカタツムリ並みになりそうです。さて、大切な人を忘れていました。悟空やクリリンの師匠である亀仙人です。仙人という言葉は、中国の道教に出てくる伝説の人物のことを言います。人のいない山の中に住んでいて、不老不死だったり、空を飛んだりできると言われています。つまり、亀仙人とは、亀に関係するすごい人という意味になりますね。そして、亀仙人にはもう一つの名前があります。
それが無天老師です。英語ではマスターローシーとして知られているので、こちらの名前の方が聞き覚えがある方もいるかもしれません。無は戦い、天は人の上にある存在、老子は年配の先生、これらの漢字を合わせて武術の神様と言われる無天老師の名前ができたんですね。では、亀仙人の必殺技、カメハメハの名前の由来も見てみましょう。この名前、実はハワイのカメハメハ大王が由来なんです。カメハメハは亀の音が同じで、亀仙人のイメージとぴったりなんです。さらに日本語では目に見えるエネルギーや衝撃を表すときに波という言葉を使います。例えばエネルギー波や衝撃波などです。つまり亀仙人が出すものすごいエネルギーの波という意味でカメハメハという名前はとてもぴったりだったんですね。ところがこの名前、一部ではハワイの偉大な王様の名前をふざけて使ったのではという誤解を生んでしまい、現在もハワイではドラゴンボールの放送が禁止されているのだそうです。もちろん鳥山先生がハワイの王様をけなしたり、ふざけたりする意図は全くなかったとのことです。きっと先生もこう思っていることでしょう。ハワイの皆様、すみません。鳥山先生の伝説エピソード。ドラゴンボールの作者、鳥山明先生。その作品は世界中で愛されていますが、先生自身のエピソードもとても魅力的なんです。今日はそのいくつかをご紹介します。中学生への言葉。ある日、学校に行けずに悩んでいた中学生が鳥山明先生に質問しました。漫画家になるにはやっぱり学校に行った方がいいですか？その質問に対して先生はこう答えました。学校に行けばネタにはなるけど、行かなくても漫画家にはなれると思うよ。その言葉を聞いて張り詰めていた気持ちがふっと緩み、その中学生はとても勇気づけられました。その後、その中学生は自分のペースで努力を続け、後に本当に漫画家としてデビュー。今では不登校の子どもたちを支援する活動にも関わっているそうです。驚きの制作スタイル。鳥山先生の仕事術。ドラゴンボールのテンポの良いストーリーと読みやすい絵。実はその裏には鳥山先生ならではのすごい仕事術があったんです。普通、週刊連載の漫画家には数人のアシスタントがつくのが当たり前です。でも鳥山先生はなんとたった一人のアシスタントだけで作品を書き続けていたんです。しかもほとんどの漫画家が書くネーム、小回りや
セリフの設計図も書かず、いきなり下書きに入るぶっつけ本番スタイル。戦闘シーンの時には、キャラクターを荒野まで移動させたり、爆発で周りの背景を吹き飛ばしたりして荒野にしてしまうことで、作画の効率化を図っていたそうです。そんな中でも印象的なのがスーパーサイヤ人の金髪。金髪にした理由は、黒く塗るのが大変だったから。白黒漫画でも目立って、しかも作業時間が減るという実用的な発想で、あのかっこいい金髪が生まれたんですね。手を抜くのではなく、工夫して仕上げる。それが鳥山先生の凄さなんです。私は鳥山先生の絵やストーリーが大好きです。世界中のファンが今もずっとあなたを恋しく思っています。おっす、今日のビデオどうだった？キャラクターの名前に込められた意味とか、鳥山先生の遊び心、オラと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいぞ。今日も日本語の勉強、よく頑張ったな。すげえぞ。いいねとチャンネル登録で応援してくれたら、オラめっちゃ嬉しいぞ。じゃあ、また次回のビデオで会おうな。バイチャ。